もしネット上でやり取りをしている顔さえ知らないあの人があなたを殺すつもりだったら、2001年2月4日、韓国広州広域市、深夜3時を過ぎた頃、閉店後の静まり返ったゲームセンターの前には一人の少女の姿が。彼女はこの近隣で暮らす女子高生パク・ソヨン。この日は塾の冬季講習の最終日だったこともあり、ソヨンはその開放感もあって浮かれ気分でその場所を訪れました。そして深夜の街に似つかわしくない年齢の彼女がそこへやってきたのは、ある人物と待ち合わせをしていたため、楽しみだな。キムさんどんな人なんだろう。キムさんというのはソヨンがオンラインチャットで知り合った23歳の男性。夜中にこっそり家を抜け出して年上の男性と遊びに行くことに、ソヨンは少しだけ大人になったような感覚を覚えていたんです。お待たせ、君がソヨン？そう声をかけられ、嬉しそうに振り向いたソヨン。彼女はこの12時間後に15キロ離れた町の川で遺体となって発見されるんです。ネットで知り合った男に殺され、川に捨てられた女子高生。事件はそれから16年もの間未解決になってしまうんです。純粋な少女を陥れたその男の犯行は、自己保身と綿密な計画の上に成り立っていたんです。おそすけんちゃんです。やんやみこんて最近ちょっと困ったことがあって助けてほしいんだけど。いいよ。AirPods のさ、片っぽだけなくなったの。よくみんなやるのは探すっていうアプリケーションを使って探すでしょ。でもお家にはあるの。絶対ね。でも見つかんないの。どうすればいい？ 3D プリンターでもう一個作ればいい。再生されないじゃん。見栄えだけいいみたいな。そもそも 3D プリンターがお家にあるとこが少ないわよ。あんたあんの 3D プリンター？もちろんありませんけど、あなたが買ってくれるならケースに収めるだけやってあげるけど、でもないわよね、どうしても。2つある人のうちの1個ちょっと買う。でその人また誰か買う。それってさ、追えないの？片方だけ取られたりしたら追えるの？あれ追えないんじゃない？本当に？あのケースに入れたら自分のものになるなんてルールなんか設定あるよね。でもシリアル番号が残るから追おうと思えば追えるのかな。そんなことばかりでもね、追えはしないけど、見たら自分のか分かるっていうのが正確かも。あるのかな。探すの登録外されたら終わりだから。分かんないからちょっとあなたのでやってみせ。いやいや、俺のは貸さないですけど、AirPods なくなるとショックですね。ちょっと諦めますじゃん。今回ご紹介するのは韓国で起きた女子高生殺害事件。被害者の少女はネットを介して出会った男に殺害されてしまうんですが、なんとこの事件16年もの間未解決だったんです。16年も未解決って、もちろん遺族めちゃくちゃ苦しかったと思うんだけど、証拠が全然残ってなかったってこと？証拠はね、ちゃんと残ってたんですけど、その証拠をもってしても、その男を捕まえるのが難しいほど姑息な人物だったんです。事件の日、年上の男との深夜の外出に浮かれていた少女。彼女は想像するだけでも苦しくなるような最悪の方法で殺害されてしまうんです。真夜中に誘う男。2001年2月4日、韓国広州広域市、深夜1時15分頃、自室で眠っていた少女はその部屋のドアが開くかすかな物音で目を覚ましました。お姉ちゃん、こんな時間に何？彼女の視線の先では同じ部屋で寝ていた姉のパク・ソヨンがその部屋を出て行こうとしました。ソヨンは寝巻きから私服に着替えており、深夜にもかかわらず外出しようとしていることが見て取れたんです。そんな姉の様子が気になりつつも、姉の夜遊びに口出しするのも野暮だと思ったのか、妹はまたすぐに寝息を立て始めるんです。部屋から出ていくその後ろ姿が生きた姉を見た最後の記憶になるとは思いもせずに。それから約14時間後の午後3時30分、広州から15キロ離れたナジュ市の河川敷には警察関係者が集まっていました。そう、川の中でソヨンの全裸の遺体が発見されたんです。ひどい殺し方しやがる。ソヨンの遺体を前に警察は思わず顔をしかめます。手首や太ももには強く圧迫されたようなあざが浮かび上がっており、彼女が無理やり押さえつけられ強姦されたことが見て取れました。このほか首にはきつく絞められた跡が残っていたため、死因は絞殺と推測されましたが、実際の犯行内容はさらに残酷でした。ソヨンは首を絞められた状態で頭を水に沈められ溺死させられていたんです。彼女の気管支からは多数の水泡が発見されました。その水泡はソヨンが首を絞められるだけにとどまらず、水中でもがき苦しんでいたことを物語っていたんです。殺し方がえげつなさすぎてこんなん絶句しちゃうわよ。何も思わなかったの？そうやって痛めつけてる最中に。犯人はね、その女性の命よりもその女性を殺して強姦を隠蔽するってことの方が大事だったんです。
。警察の捜査によって遺体は発見から間もなく現場から15キロ離れた広州市に住む少女パクソヨンであることが判明。さらに警察はソヨンの妹から姉が夜中の1時過ぎに家を出て行ったという証言を得ます。またソヨンの自宅付近では彼女をナジュ市まで連れ去った犯人らしき人物が目撃されていました。夜中の3時半だったかな、ゲームセンターの前で女の子と若い男が会ってるのを見ましたよ。近隣住民にはそう話す人が2人ほどいたのですが、問題はその若い男が何者かということ。ソヨンの携帯電話は紛失してしまっており、当日連絡を取っていた相手を特定することは困難でした。唯一の手がかりは事件の日、彼女が自宅のパソコンからオンラインチャットへアクセスしていたこと。当時の韓国はインターネットの黎明期で、そのネットの急激な普及に乗じて悪事を働こうとした男にソヨンは捕まってしまったんです。というわけで当時の韓国の時代背景を深掘りしていきたいと思います。本日のメトラキーワード、サイバーコリア21について。1999年3月、韓国のキム・デジュン政権はサイバーコリア21と題した政策を発表。この政策は当時韓国を悩ませていたアジア金融危機からの脱出を目的としたもの。経済発展の鍵はネットの普及にあると考えた政府は2002年までにネット関係のインフラ整備を完了させ IT 先進国となることを目指したんです。以降、韓国政府は主に教育機関でのネット普及に努め、国内の学校では全教室にパソコンが導入されるように。またこの頃の韓国では国民の大多数がマンションなどの集合住宅で暮らすようになっていたため、ネット回線を行き渡らせるのも容易でした。こうして2003年には韓国の人口4800万人のうち3000万人がネットを利用している状況に。かくして韓国はアジアにおけるネット普及率ナンバー1のインターネット強国となったんです。その後、警察はソヨンが利用していたオンラインチャットの記録から犯人を探ろうとしました。しかし当時はサイトのサーバー容量が小さく、チャットの履歴やユーザー ID などが即削除されていたため追跡は不可能だったんです。ソヨンの体内からは犯人の体液が検出されていましたが、 DNA に合致するものも見つからず、警察は延べ2万人への聞き込みを実施するも有力な手がかりは何もつかめず、捜査は迷宮入りとなってしまうんです。こうして犯人が何者なのかもわからないまま悲嘆に暮れる日々を過ごすことになったソヨンの家族。俺が守ってやれなかったせいだと自分を責め続け、叫びたりになった父は8年後自ら命を絶ってしまいました。これ辛すぎるわよ。自分の娘が殺されてね、その犯人が捕まらずにのうのうと何年も生きてるわけでしょ。気が狂いそうにもなるわよ。絶対許せないですよね、これ。そして事件から11年が経ち、ようやく犯人の正体が浮き彫りに。この男、たとえ特定してもそう簡単に罪には問えない人物だったんです。悪の権化。2012年、約11年間迷宮入りとなっていたソヨンの事件に対し、検察庁が新たな動きを見せました。全国の未解決事件の DNA 再鑑定プロジェクトが実施されることになり、ソヨンの事件もその対象となったんです。そしてなんと、このプロジェクトによって捜査チームはソヨンの体内から検出された DNA と合致する服役臭を発見。その人物はキム・ドリョン。韓国ではこの2年前、性犯罪者の DNA 登録を義務化する DNA 法が施行されており、ドリョンの DNA もその時に採取されていたんです。気になるのはドリョンが何の罪で服役していたか。実は彼はソヨンの事件の2年後に男性2人に対する強盗殺人で逮捕されていたんです。確かにこいつなら女子高生を襲って殺すぐらいのこと平気でやりそうだな。ドリョンが容疑者として割り出されたことに捜査チームの面々は複雑な表情を浮かべていました。それはこの男が思い出しただけでも嫌な気分になるほど卑劣な犯行に及んでいたから。当時ドリョンは金塊を安く売ると質屋の経営者2人を騙して誘い出し、油断しているところをレンガで殴り倒した挙句、電気コードで絞殺。質屋が持っていた現金1000万円相当を強奪するという非道な犯行に及び無期懲役刑を課されていたんです。またドリョンはすでに前科10犯でこれまでにも暴行や窃盗で何度も逮捕されていました。ソヨンの事件を起こした直後にも身を隠すためにわざと刑務所に入ろうとし、12軒の家から犬を盗むというわけのわからない窃盗事件を起こしていたんです。刑務所入って身を隠すってさ、犯罪常習者のやることじゃん、そんなこと。でもね、 DNA が一致したとなれば話は別じゃない。もう逃げられないでしょ。ただね、それでも言い逃れしてしまうのがこのドリョンという男なんです。
結果から言って検察は DNA の証拠をもってしてもドリョンを起訴することができませんでした。取り調べに際し彼はこんな言い訳をしたんです。あの頃はオンラインのチャットで知り合った女と何人もセックスしたよ。被害者の女ともたまたま事件の 2,3 日前にやって、その時の体液が残ってたんじゃないか。偶然にしてはできすぎているように思えるドリョンのその言い分、ましてや前科10犯の男のその言葉に説得力などないように思えますが、彼の体液が事件当日のものと証明できないこともまた事実。こうして2年にわたる取り調べの末、ドリョンは不起訴となってしまうんです。いや、どう考えてもこいつが犯人なのにさ、めちゃくちゃ歯がゆいじゃない。こんなのも法律の限界を感じる事件ね。本当にね、とことん狡猾な男なんです。しかしこの後、執念の捜査によってドリョンの犯行がついに立証されるんです。その方法を知った時、皆さんはきっと驚くはずなんです。男の出現。ドリョンが不起訴となった後も警察と検察は事件の解決を決して諦めはしませんでした。事件からすでに15年が経とうとしており、時効も秒読みかに思われましたが、2015年韓国では殺人などの凶悪犯罪の時効を撤廃するテワニ法が制定。翌年からソヨンの事件の再捜査チームが立ち上がり、再度本格的な捜査が始動するんです。捜査チームは当時の検視写真や証拠品を全て再調査。さらにソヨンと同じようにドリョンとオンラインチャットで知り合った2人の女性にもたどり着きました。そして警察が聞き込みを行うと、彼女たちは2人とも次のように証言したんです。あの男のことはよく覚えてます。行為の途中に首を絞められて死にそうになったので。そう、ドリョンは首を絞めた状態でソヨンを溺死させたのと同じように、関係を持った他の女性にも首絞めを行っていました。しかしその証言はあくまでもドリョンの性癖を示すだけのもの。彼を起訴するにはやはり何か有力な物的証拠が必要でした。そして警察はこの後約16年見逃され続けてきたその証拠をついに発見するんです。2016年の某日、警察は被害者ソヨンの事件前後の動向を探るべく再度彼女の自宅へ捜査に訪れた。何か彼女と奴のやり取りが分かるようなものがあればいいんだが、そうは言うものの、ドリョンとソヨンがやり取りしていたオンラインチャットの記録も携帯電話もなくなってしまったとなれば、何か情報が得られる可能性は低い。そう考えを巡らせ、警察が藁にもすがる思いで彼女の部屋を見て回っていた時のこと。これは警察が目を落としたのはソヨンが当時つけていた日記。彼が開いたのは2000年11月30日に書かれたページだった。女の子の日が来たみたい。早く終わってくれないかな。その内容は生理が来たことを物語るものだった。そして事件が起きたのはこのちょうど2ヶ月後の2001年2月4日。事件の日は生理周期と被っている？次の瞬間、警察は思わず声を張り上げていた。被害者から検出された体液をもう一度調べるぞ。実は事件当時、ソヨンの体内からはドリョンの体液と同時に彼女の血液が検出されていました。日記の内容からソヨンが生理中だったと分かったことで、検出された血液は経血だったと判明したんです。しかしソヨンの経血が一体何の証拠になるというのでしょうか。ここで思い出していただきたいのがドリョンの次の供述。あの頃はオンラインのチャットにハマっていろんな女とセックスしたよ。被害者の女ともたまたま事件の 2,3 日前にやって、その時の体液が残ってたんじゃないか。ドリョンが嘘をついていないとすれば、彼の体液は事件の 2,3 日前に生理中のソヨンの体内に入ったことになります。ところが彼の体液はソヨンの経血とは一切混ざっていなかったんです。この時捜査チームは経血と男性の体液を同じビニールパックに入れて振る実験を実施すると、両者は約15分で完全に混ざり合うんです。つまり性行為の後、ソヨンが少しでも歩いたり走ったりすれば、ドリョンの体液は彼女の経血と混ざった状態になっているはず。完全に分離した状態でそれぞれが採取されたことは、ソヨンが行為の直後にドリョンに殺害された動かぬ証拠となったんです。めっちゃすごくない？普通さ、生理の周期からこんな推論できないでしょ。アルゴの中に出てくる警察っていうのは僕らもがっかりすること多いんですけど、今回はこの警察の捜査力っていうところに対して非常に驚きですよ。亡くなったソヨンの遺族っていうのは16年間も未解決で苦しい思いをしてきたんで、司法がねその思いに応えた結果なんじゃないかなと僕は思います。経血の証拠を見つけた後も警察と検察はドリョンを追い詰めるための情報を抜かりなく集めていました。こうして迎えた2016年8月7日、ドリョンはようやくソヨンに対する殺人の容疑で起訴される運びに。一方で裁判においてドリョンは相変わらず無罪を主張。私は他の事件ですでに無期懲役の刑を課されています。自分がやってしまったことを後悔し、罪悪感の中で生きているんです。なのにこんな一方的な捜査はあんまりだ。被害者の女子高生については顔さえ覚えていないし、殺したなんてとんでもない。ドリョンのそ
その態度について検察は、証拠や被告人の犯罪歴から見て犯行は確実、それにもかかわらず反省の色も見られないと糾弾し、死刑を求刑。裁判官も検察の意見に概ね同意しました。こうして2017年1月11日、事件から約16年の時を経て、ドリョンは無期懲役の判決を下されるんです。傍聴席ではソヨンの母親が肩を震わせて涙を流していました。その隣で同じように目を潤ませながら母の肩を支えていたソヨンの妹。娘の命を奪われ、その事件の影響で父親まで亡くしてしまった一家の無念がようやく少しだけ晴れる時が来たんです。今回の犯人キム・ドリョンは犯罪者の中でも稀に見る狡猾な男でした。結果として失敗に終わっていますが、ソヨンを川に沈めて殺害したのはおそらく自身の DNA を洗い流すため。その他わざと逮捕されて捜査の手を逃れたり、 DNA が一致した後もまんまと言い逃れしてしまったり、自己保身のための計画性の高さは異常とも呼べるんです。そんな狡猾な殺人犯だったからこそ、事件解決までは16年を要しましたが、警察と検察は最後まで必ず償わせるという正義の意志を貫きました。彼らのような熱意を持った方々の尽力で、今後も被害者や遺族が少しでも報われる社会になっていくことを切に願います。あなたには彼らのように何年かかっても成し遂げると決めていることはありますか？群衆の中で一人意思まとまる姿で連れ回される女性。あなたはこの後彼女の身に起こる悲劇を想像できますか？2023年5月4日、インドマニプール州カンポクピ地区パイノム村。21歳の女性アニカは4人の村人と共に村外れの森の中を必死に走っていました。彼らはパイノム村で暮らす少数民族のクキ族。対立関係にあった他の民族が村で暴動を起こし、彼らはその被害を避けるためどうにか森の中へと逃げ延びたんです。大丈夫ですか？懸命に走っていた5人の元へ駆けつけた警察官。直ちに保護された5人は安堵の息を漏らしました。よかった、これで助かるわ。しかし結果から言ってこの時の警察の保護は全く意味がなかったんです。アニカたちが警察に従って歩き始めて間もなく、周辺を取り囲むように響き始めた大勢の男たちの声。大変追いつかれたわ。アニカは慌てた様子で前を歩く警察にそう伝えますが、もはや手遅れ。この後彼女は周囲を取り囲んでいた数百人の男によってレイプされてしまうんです。数百人の男に取り囲まれレイプされてしまった一人の女性。現代の事件とは到底信じられないその事件が起きてしまった背景とは。男たちの暴走を助長させたのは、不都合な真実をもみ消そうとするインド社会の悪しき風潮だったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。